落語。 AI が地震を当てるんじゃない。山が喋ってる。近頃はセンサーが手頃になって大量のデータが得られる。おかげで AI を伝って地震がわかるだの、山が動くだの、ずいぶん先のことまでわかったような話が出てまいります。師匠、AI で地震予知ができるんですか？そこが違う。みんな話を大きくしたがる。今回のはいつ大地震が起きるか当てます。じゃあね。おい、この斜面もうちょっとずつ動いてるぞ。を早く見つける話だ。ああ、地震そのものじゃないんですね。そうだ。山とか斜面とか村の下の地面とか、そっちが先に喋る。ひびが入る。木が傾く。家が少しずつずれる。それを衛星で見て、AI がこの辺危ないぞって教える。じゃあ AI は預言者じゃないんですね。預言者じゃねえ。どっちかっていうと、ものすごく目のいい見張り板だ。なるほど。人間が30万の斜面を見ろって言われたら、途中で嫌になるっていうか無理だ。何年かかるって話になる。AI なら文句も言わずに見る。すぐ見る。ものすごく早い。で、3000箇所くらい、ここ動いてますって拾ってくる。それは便利ですね。便利だ。ただし便利だからって全部信じるな。雪崩を見る AI でも、岩を雪雪崩だと思い込んだりする。だから最後は人間が見る。AI が勝手に消防を呼んじゃいけねえって研究者も言ってる。じゃあ師匠、今回の AI の価値は何ですか？簡単だ。地震を当てることじゃねえ。人間が見落とす地面のグズグズを早めに聞くことだ。なるほど。今時の山はな、黙って立ってるように見えて、実はちょっとずつ喋ってる。AI はその小声を聞くんだ。山は揺れるだけじゃなくて、偉そうに喋ったりするんですね。ああ、大層地震家ってこった。お後がよろしいようで。ここから師匠のニュース解説です。今回の記事を読む上で大事なのは、これは地震予知の記事ではないということです。記事の中心は、ネパールや英国などで衛星レーダー画像やウェブカメラ画像を AI に解析させて、地滑り、斜面崩壊、雪崩の危険箇所を早めに見つける技術です。ネパールのキムタンドソンでは、家のひび割れや木の傾きなど地盤変動の兆候があり、AI は村の直下に大きな不安定領域を検出しました。つまり、いつ大地震が起きるかではなく、この場所はすでに危ないかもしれないを見ているわけです。この技術の強みは、人間では見切れない広さを一気に解析できることです。英国地質調査所の研究では、センティネル1のレーダー画像を使って、英国全土の約30万斜面を見て、3000箇所の活動斜面を見つけています。しかも、その動きは年あたりミリ単位で、肉眼ではまずわかりません。こういう小さすぎて見えないが、危険の兆候かもしれない動きに AI は向いています。一方で AI は万能ではありません。記事の雪崩検知の例では、アルプスのウェブカメラ画像から雪崩を見つける AI が紹介されていますが、試験運用では誤検知が多く、溶けた雪の中の岩を雪崩と誤認することもありました。研究者自身が AI だけで緊急通報させるべきではなく、人間が必ず確認すべきと言っています。つまり、AI は最終判断者ではなく、怪しい場所を早く教える補助者です。そしてもう一つ重要なのは、AI が危険を見つけるだけでなく、危険と思われていた場所を見直すのにも使われていることです。コロンビア・メデジンでは、長年の地滑り記録を機械学習で解析し、これまで建築禁止とされていた区域の中に、実は安全な場所がある可能性も示しました。AI は全部危ないと騒ぐためではなく、リスクをもっと細かく分けるための道具でもあります。要点まとめ。
今回のポイントは3つです。第1に、今回の話は大地震の時刻を当てる余地ではなく、指標や斜面の微小な動きの形質である。第2に、AI の価値は人間が見切れない広い範囲の危険候補を高速で拾い出せることにある。第3に、AI は万能の預言者ではなく、人間の判断を助ける見張り団に近い。つまり、地下深部の地震を当てるのはまだ難しい。だが、崩れそうな地面の小さなサインを大量に拾うことには AI がかなり効くという話です。出典 BBC User Provided Article When the Earth Moves AI Can Spot It BBC User Provided Article Britain's 300万スロープスを3000箇所ムービングスロープスアナリシス BBC User Provided Article Avalanche Webcam AI and False Positives BBC User Provided Article Medicine Study and Reevaluation の Safe Zones お後がよろしいようで、高評価、チャンネル登録、LINE での拡散お待ちしております。どうぞよろしくお願いします。